引き続きクラクラのプロチームトライブゲーミングにいろんなお話をね聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。今回のテーマは世界選手権。トライブゲーミングは3月予選で見事予選を突破しまして、10月にドイツで開催されるファイナルに出場を決めております。まずはね予選の感想とかちょっと聞いていきましょうか。やっぱり世界選手権予選とか緊張したりとかしませんでした？ Hell yeah, we were very nervous, of course. It was the first matches that mattered for the World Championship, so for a very, very important tournament, and it was also the first esports tournament that ever happened in Clash of Clans. And you're also representing the first pro team in Clash of Clans. Yeah, exactly. So that was maybe even more responsibility. 離れしてるっていう感じもあるんで、ちょっとそんな緊張もないのかなって思ってたら、意外と緊張するんですね。でも緊張するときはね、プロフェッショナルプレイヤーはその緊張に参らない。そうですね。やっぱ緊張してても、普段の実力を出すことができる、さすがプロチームですよね。そうですね。やっぱり予選突破した時とかすごい嬉しかったですか？ Well, the qualifiers were definitely the most exciting time we ever had in Clash of Clans, and the most amazing time of us as Clash of Clans professional players we ever had. And when we won it, at first we didn't even realize it, but when we realized it, we were like the happiest persons on earth. そしたら、世界選手権目標はズバリ目標は Well, reaching the World Finals in our home country in Germany and winning the first qualifier as a first team was already a huge success. And yeah, the first goal we reached, and now playing in front of our fans, friends, family, and also clanmates is going to be super exciting, and we can't wait for it. Obviously, the goal would be to win it, if possible. However, we know that every team, for example, also Queen Walkers, is super strong, so we have a huge respect for them. そしたら、世界選手権に向けて特別な練習とかもう実施してたりとかしてます？ We recently started practicing the whole format, so 5v5 with 1 hour against known clans that have been in the qualifier or are already qualified, which I think really helps practicing. And of course, we are testing bases, planning together, and that's always very good practice. なるほど。やっぱり練習試合とかやるんですね。だって必要ですね。だって1億円かかってますからね。1億円って相当な額ですからね。はい、ということで、今日もですねトライブゲーミングの皆さん、今日はお忙しい中ね本当にありがとうございました。ちょっと待った。またか？またか。忍者はどこだ？どうせ忍者だろう。どうせクイーンウォーカーズだろう。もういいよこの流れ。もうすごい。びっくりした。煙がすごいですけど、あれちょっと待って。誰かいる。またクイーンウォーカーズじゃん。どうもクイーンウォーカーズです。いやまた来たの。もう今日もあれひょっとしてトライブゲーミングと戦うためにやってきたの？その通りです。いやもうそれしかないよね。いやってかやはり今回登場がマジでびっくりしたんですけど、大丈夫？こんなに煙とか撒いちゃって。大丈夫です。特別に許可もらってるんで。いやそんな話はいいわ。いやそんなどうでもいいわそんな説明。はい、ということでね、全然煙が晴れないこんな煙をこう発した張本人たちであるクイーンウォーカーズに世界選手権についてねいろいろ聞いていきたいなと思いますんで、予選を戦ってみてゆうたどうだった？そうですね、一試合一試合の間隔が短いのですごくきつかったですね。ただみんな楽しめてできたと思います。そうだよね。あとはプランとかもしっかりと練らないといけないわけだから。そうですね。なので一人一人の実力は結構大事かなと思いますね。ファイナルの切符をこう手にしたわけなんですけど、ズバリ目標ちょっと一人ずつ聞いていきたいなと思いますんで、ゆうた目標世界一です。うわかっこいい。構えて世界一ですね。忍者の構えですぐ返事したんだね。エレンは目標は全さらちです。全さらちすげえ。もうちょっとどんどんハードルが上がってるんですけど、ガクさん目標は？小さなミス一つもせずに完璧なプランで全部全開と。それ上乗せしてた。さん目標は？攻撃では見せるプレーをして
防衛でも全て守っていきます。次防衛が来ましたよ。防衛。さあどんどんハードルが上がっております。最後スタドラさん目標は？安全に日本に帰ってくることです。大事。帰ってくるまでが世界大会だから大事。はい。リーダーであるユタ、もうライバル誰？イッツです。あ、Yes。イッツがライバル。Yes。やっぱりみんなが注目してる選手じゃないかなと思います。やっぱ YouTuber としてもプレイヤーとしてもやっぱり有名だから、もうそこはもう俺も負けてらんねえなと。はい。It's always a huge honor when someone's like targeting you specific, and I think the best event to show who's actually the best is the World Championship. So we will see it there. いいだね。いやいいですね。これ世界大会でもしユタ vs イッツっていう形になったらね、僕らからしたらもう激アツな感じになりますよね。楽しみですね。めちゃくちゃ組み合わせとかもね重要になってきます。はい、というわけで、バトルしていくんですが、ここでルールの説明をしていきます。1対1のフレンドリーチャレンジで、バトルを行っていきます。お互いが用意した村をね交互に攻めていき、獲得した星数が多い方が、勝者となります。そしてね、負けた方にはクラクラにちなんだこちらねおつらい罰ゲーム今回も用意しておりますんでね、覚悟の方よろしくお願いいたします。気になる対戦カードはイッツ vs ユタとなっております。よいしょ。いやもうさっきライバルだって言ってたバチバチな感じがもう早速再現されちゃうっていう。楽しみですね。楽しみですよね。果たしてどっちが勝つのかね、非常にね楽しみでございます。では見ていきましょう。編成はクイヒーホグ編成。やっぱりホーグライダーが現環境強いですね。どっからクイヒーパートをスタートさせていくのか気になるところではありますが、まあクイヒーパートでアーチャークイーン援軍を狙っていくという狙いが見えるので、ウォールブレーカーついてないので、おそらくなんですがウォールバスターで壁開けを行っていくものだと思われます。まずは7時方向クイヒを、出していきまして、これは6時方向に回していきますかね。ちょっとアーチャータワーがヒーラーを攻撃していて、ヒーラーが1体ちょっとやられてしまいそうなのがちょっと怖いところではありますが、さあまずはラバハンド、連れまして、でウォールバスターで壁開けの方先に早めていきます。でここでパピーになったので安心安全に援軍処理でバーバリアンキングを出していって、あらかじめサイドカットですね。やっぱりウォールバスター当てている部分に愛着を入れていきたいものだと思われます。さあしっかりとバーバリアンキングを流していって、ターゲット取っているのを見て火力の高いパーティーウィザードを中に入れていきます。でさあどうだ、ここからウォールバスター弾けていって、おっと援軍の中身がラババルでしたね。これはちょっと防衛援軍ミスか。さあどうでしょう。おっとアーチャークイーンが中に入っていかない。まさかそれる事態になっている。これはちょっとどうだ、これはどうだ、アーチャークイーンが添えていって、ここに来てヒーラーがバーバリアンキングにスイッチしていく奇跡が起きている。これはちょっとまずはパーセンテージを稼いでいって、ギガテスラを起動させていって、ホグライダー投入していって、しっかりと星2を取っていきたいところではあります。さあどうでしょう。まずアーチャーだ、まだイーグル砲が残っているので先にアーチャーを出していってパーセンテージ稼ぎを行っていきます。でこれでようやくギガテスラが起動していったので、ホグライダーたち、まずは対空砲に対してはホグライダーたちを出していってからのボーデンですね、グラウンドボーデンつけていきました。でここでヒールをしっかりと2枚焚いていきまして、ギガテスラは無事に落とせそうな感じですかね。エターナルトーも発動していってしっかりとホグライダーたちを守っていく。まだ対戦残っているので、なるべくこれはイーグル砲後々のパーセンテージ稼ぎも狙っていきたいので、イーグル砲は折っていきましたね。折っていったので、あとはパーセンテージを稼ぐだけ。さあどうしよう。残りパーティービズ4体残ってますので、もう何パーセントか稼いでいきたいところであります。どうしよう。エリクサータンクをしっかりと削って、ただここでホグライダーを出したことによって出てきた陸のスケルトンがちょっと嫌な仕事をしてきますね。これはどうだ、まさかのイッツが援軍のミスなどもありつつ、そしてクイヒが中に入らないことがもあって、これは 70% まで乗っていきたいところではあります。ウィズ12時方向に出していって、さあ 70% 乗りましたね。でバルーンでしっかりとアーチャータワーのターゲットを取って、パーティービズでパーセンテージ稼いでいっての星2の 71% でナイスアタック。 Yeah, my queen thought she would do green things, and
Well, sometimes that happens, I guess. ユタ意気込みの方お願いします。そうですね、最後は全開で締めましょう。おーということではい来ましたね。見ていきましょう。編成に関してはこれはクイヒーのディガー編成ですね。クイーンチャージマイナー編成となってますね。これをどっからヒーラーを入れていってクイヒーを入れていってディガーどのように回していくかが非常に気になるポイントではあります。あとはヘイストを1つ連れてっているのがちょっと面白いんで、おそらくバルーン数体にヘイストをかけていくのかなって思うんですが、どうでしょう。まずはウィザードを出していってのしっかりと切なカットを行っていって、でクイヒーアチャケですね。ここから、11方向から出していきました。でここからおそらく予想としてはこっち方向アーチャーで、あらかじめ削ってんでここの道をアーチャク入れていきたいのかなという狙いかと思いますが、おっと反対方向一時方向からボールバスターを出していってセスの削りですね、これを行っていく模様です。でここからレイジですね。火力が高くなっていくのでレイジを使っていってアチャクを守っていきますが、パーティーリザードを出していってキャンプを削ることによってここから対空砲クロス対砲と叩いていってうまいこと進行していくんでしょうか。さあどうだ。ここからアチャクイはちょっとルートに入っていかなかったんですが、でもここのウォールバスターシェア、おっとこれはなるほど、ウォールバスターの中身は、バルーンでしたね。バルーンにヘイストをかけることによって対空砲を削ってディガーのルートを作るっていうそういう狙いがあったものだと思われますが、さあどうでしょう。対空砲に対してアーチャー一体を出していってうまいですね。この1枠で対空砲を削っていきます。でしっかりと、相手のラバーハンドはねしっかりとポイズンやガーゴイで処理を行っていきながらのまだディガーパートはスタートさせていきませんね。でここで合わさってレイジの効果がまだ残っているので相手のバーバリアンキング処理でここからバーバリアンキングさあディガーパートをスタートさせていきました。ルートはもう一直線に進ませていくようなそんな狙いがありそうですね。でここでしっかりとクイヒーは、ディガーテスラ削っていってでの一発目のヒーラー打っていきました。で打っていってマルチインフェボムタワーからちゃんと、ディガーたちを守っていってのアチャクも処理していきます。流れとしてはいいですね。ここからちゃんとウィズトーとかも削っていてまだエターナルドームもここで使っていって温存していきました。でまだヒールは2発残ってます。ヒールが2発残ってるんで、これはイーグル砲の着弾に合わせてヒールでアーチャークイーンがここで落ちてしまったのでディガーではなくホグの方にホグヒの1体のホグの方についていってるんですけど、このホグが意外とクロスボウを削ってくれたのでこれはめちゃくちゃ進行的には悪くはないですね。で最後のヒールを使っていっての全開ですごいです。ユタ全開当たり前のように全開を取っていく男。いやーこれはすごいぞ。これで全開ユタ全開取っていきました。もう完璧な攻めだった。いやプラン通りにはいかなかったんですけど、いかなかったんだ一応そっちも考えてたのでなんとかなりましたね。いつさあ今のユタの攻めいかがでしたか。 Since it was with my favorite army, it was really nice. I think even though the queen didn't went as planned, he recovered really well. So huge respect for that to pick up like another entry so fast. So really well done. おおなるほど、いつもベタ褒めというアタックになりました。ということで罰ゲームはなんとイッツになりました。僕がじゃなくてよかった。今回はバーバリアンにちなんだ罰ゲームとなっております、はい、なんとですね来ましたムキムキバッチョなバーバリアンにプロレス技をかけてもらいます。題してガチンコバーバリアンプロレス。よいしょイッツに対してさあマイクちょっと落ちてるよ。イッツがポーカーベースのイッツが結構苦しそうなのでイッツがプロレス技をかけられてなかなかないです。すごい貴重映像となってますがなかなかプロレス技かけられてどうでしたイッツ。It felt kind of soft. バーバリアンムキムキじゃなくてちょっと柔らかかったはいということで3回にわたってドライブゲーミングとそしてクイーンウォーカーズをねお迎えしてねお送りしてきました。
最後にですねトライブゲーミングの代表としていつから一言もらいたいなと思います。 Thank you so much for inviting us to your beautiful country. It was a pleasure for us to be here and be part of this amazing event. And especially a huge respect to the Japanese community for having so many great clashers and so many great teams representing them in the Clash of Clans World Championship. Thank you. いやーそう言ってもらえて嬉しいですね。いや本当にまたねもう1回でも3回でもねまた来日してくれたら嬉しいなって思いますね。はい。そしてじゃあね続いてクイーンウォーカーズを代表してユタにね日本のクラカラーファンに一言お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。10月の世界選手権も今日のようなね全開祭りを見せたいと思うので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いやねやっぱり初のクラカラの世界選手権で日本のクランがねやっぱ一クランでも出場してくれるっていうのは本当嬉しいことですよね。それでは最後にスーパーセルのを代表してダイアンさんからも一言お願いします。So these are just two of the clans that'll be joining us for the World Finals on October 25th through 27th at ESL One Arena. If you want to join us and watch all these the best clans in the world battling for $1 million prize pool, make sure you go to ESL-one.com. That's ESL-one.com to get your tickets, and you can join us in Germany, in Hamburg, to watch who will be the best clan in the world. はい、ということでダリアンさん熱こもってましたね。やっぱり世界選手権大成功してほしいからもうチケット買ってっていうねはい、トライブゲーミングの皆さんクイーンウォーカーズの皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね皆さん最後に握手もう対戦したんで握手してってもうこういう親睦を深めていきましょう。次はドイツでしましょう。さあということでいやいやいい試合だったいい試合だった見てて本当に興奮しました。ということで、この2チームがぶつかり合うね世界選手権が非常に楽しみでございます。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。